唐揚げのレシピなんてもんはなんぼあっても困りませんが、今日は俺おすすめの塩唐揚げ、こいつを作っていく。おそらくこれまでの唐揚げレシピの中でいっちゃん簡単が、しかし味はお店に出てきても遜色ないレベルだと思います。というわけで今日使う物はこれだけ。まさにシンプルの極み。それじゃあレッツクッキング。まずは鶏肉をカットしていく。こういう筋は切った方が食感が良くなるが、俺の場合は 1g でも多くタンパク質を摂取したい。取らない。脂質が気になる場合は皮や余計な脂肪は切り落とす。俺はバルクアップ中なんで取らない。柔らかくジューシーな唐揚げを作りたい場合はデカめに切る。鶏もも肉1枚だったらだいたい6等分ぐらい。ブツがでかいと火の通りが緩やかになり、仕上がりがジューシーになる。でかすぎるように見えるが、揚げたらサイズは縮みます。肉をカットしたら味をつけていく。今回の主役は塩麹。米麹に塩と水を加えて発酵させた調味料。塩のように使えるが、塩に比べて旨味が豊富だ。普通にスーパーで200円ぐらいで売ってるんで、まずは1回買ってみてほしい。さらに塩 2,3 つまみ、優しい味が好きなら2つまみ、強めの味が好きなら3つまみ。こいつは味を際立たせるための塩麹だけだとやや味がぼやけるんで、塩も使ってキレを出す。あと塩麹甘みもあるんで味のバランスを整えている。パンチを効かせたいなら好みでニンニクを入れる。シンプルな味付けも薬味によって一気にキャラが変わる。今回ガツンとさせたい気分だったので2かけいっちゃいます。小ぶりのニンニクだったのでよかろう。なんと味付けはこれだけ。材料を入れたら鶏肉に吸わせるように揉み込む。塩麹を肉にまとわせると肉が柔らかくなる。これは塩麹の中にあるプロテアーゼという酵素が表面のタンパク質を分解するからだ。酵素の力は偉大だ。揉み込んだらここで 2,30 分置いておく。そしてレモンの酸味はやはり欠かせない。特にこの唐揚げにはめちゃくちゃ合う。塩レモンは鉄板の組み合わせ。塩麹買っても余らしちゃうんじゃないかと思ってるそこの君、こんなん無限に使いようがあるんで一例をお見せしよう。塩麹で簡単にパパッとサラダとスープを作る。まずは簡単なサラダ。塩麹ドレッシングの作り方。塩麹大さじ1に対し同量のお酢大さじ1。酸味のあるもの、例えばレモン汁でも OK。 その半量ぐらいのオイル大さじ半。爽やかにいきたければオリーブオイル。つまみにしたければごま油。好きに選びなはれ。こいつを混ぜ混ぜして乳化させる。このドレッシング、うまみ調味料を使わずともうまみが強い。つまり超うまい。あとはこのドレッシングをお好きな野菜で和えればいいだけだ。レタスの持つ食物繊維、さらに塩麹に含まれる麹菌によって腸内環境が良くなる。腸内を整えておけば栄養の吸収効率も格段に良くなる。すいません、ごまも入れさせてください。はい、即席サラダ完成。続いてスープ。とりあえず冷蔵庫の奥底に眠ってるそろそろヤバそうな物を片っ端から集める。人参余ってるでしょう、奥さん。水分抜けてしなしなになってた大根、断面を水につけておけば水を吸って再び張りが出てくる。諦めるな、まだ救える。野菜の生命力を舐めたら飽きまへんで。冷蔵庫で行方不明になっていたキノコ、再開した時には干からびていた。だがまだいける。スープに入れちまえば水分吸うんで問題なし。こういうキノコ系は買ってすぐにバラして冷凍しておけばこんなしなしなになることもないし、むしろ細胞が壊れることによって旨味が激増する。マジ冷凍しか勝たん。自炊民の味方、それがスープ。具材を入れたらかぶるぐらいの水を入れる。500ml ぐらい入った酒の旨味を足す。大さじ1ぐらい。なかったら別にいい。ここでの味付けもほぼ塩麹。大さじ2程度入れた。だしも加える。
いつもは白だしで味付けしてるが、切らしてたんで本だし小さじ1。もうこいつは火にかけておく。米も炊いておく。そうこうしてると肉がいい具合なんで、衣をつけて揚げていこう。今回は王道の小麦粉片栗粉半々でいく。仕込みは以上だ。ほんじゃ肉を揚げていく。使う油は相変わらず米油。サラダ油に比べて酸化しにくいんで繰り返し利用できる。最近じゃほとんどのスーパーに置かれてあるし、価格もだいぶお手頃になってきた。少なめの油で揚げ焼きにしても OK だ。油の温度が上がりきってなくても肉を入れちゃっていい。縮みやすい皮を伸ばしながら皮面からそっと沈めていく。油の温度は170度から180度。肉がでかいんであまり温度を高くせず 4,5 分かけてじっくり揚げていく。優しくじんわり火を通すイメージ。肉の火入れはイメージが大事だ。油に浸したら衣が定着するまであまり触らないこと。揚げてる間にスープを仕上げていく。味見をして塩で味を調整。塩麹、塩味だけじゃなく甘みや旨みもある。いろいろ調味料を入れなくてもこうやって塩で調整するだけで簡単に味が決まる。塩麹と素材から出る旨味だけで十分美味しいスープが完成する。あとは栄養豊富な卵を加えてかきたま汁にしてみたり、あとは好みで仕上げにごま油やちょっと醤油を垂らしたりして香りをつける。そんな感じで塩麹スープ完成。温度をキープし 4,5 分揚げるとこんな感じの美味しそうな色になってくる。今回はもう2度揚げせずに一発で揚げていく。塩麹が肉を柔らかくしてくれるんで2度揚げせずとも十分ジューシーで柔らかい。2度揚げのやり方は別動画を参照してほしい。ほんなら仕上げ、一気に強火にし空気を含ませながら高温で揚げていく。こうすることで表面がカリッとし油切れも良くなり軽くなる。あまり長くやりすぎると肉が硬くなるんで1分以内に撤収。完成だ。俺の塩唐揚げ。めちゃめちゃ米が進む味。この塩唐揚げガチでうまい。お店で出てきてもおかしくないレベル。材料あれだけだとは思えない深み。まろやかで旨味が強い奥行きのある塩味。これは必ずレモンをかけてほしい。もっともっとうまくなる。ニンニク増やして大正解。塩麹だけじゃ出せない最後の一押し。このパンチこそが男の子が求める唐揚げ。スープも優しい味でうまい。塩麹と野菜やきのこから出る出汁だけで十分美味しい。付け合わせのサラダ。この付け合わせ完璧。このドレッシングがうますぎる。その辺の市販ドレッシングより全然うまい。揚げ物の付け合わせなんでオイル少なめさっぱり味で作ってみたが、これが功を奏したようだ。口の中が爽やかにリフレッシュ。これごま油にしても相当うまいからいろいろ試してみてほしい。二度揚げしてないのに肉もジューシーで柔らけえ。これなら鶏胸肉を使うのも全然ありだろう。今日は全品ほとんど塩麹だけの味付けだが、各種それぞれ全然味が違うのが料理の面白いところ。塩麹は塩のように気軽に使え、糖、タンパク質、脂肪を分解し旨味に変える。つまり食材の旨味を引き出す万能調味料。さらに善玉菌によって免疫力を高め、腸内環境を良くしてくれる。腸内環境は栄養吸収、代謝、アンチエイジング、いろんな側面からおいてもかなり重要だ。定期的に発酵食品食って腸内環境を整えておくんやな。てか最近私トレーニーになったんで、今年は栄養面においても口うるさくなるかもしれません。よろしく。